どうも、サラリーマン投資家の道のりです。インドへの投資はもうすでに遅いのか、これからの長期投資先としてインドはありなのかを詳しく検証していきます。本動画をご覧いただくと、私のインド ETF の投資成績と成長見通し、投資手法について詳しくお話ししますので、インドへの投資をどうするのか迷っておられる方は、ぜひ一度覗いてやってみてください。本日の動画の内容です。保有株式の値動きについて、インド経済指標を世界と比較、最後にインドとナスダック100。それでは早速本題に入っていきましょう。今週の株価の動きです。FRB で政策金利引き下げの方向のハト派のコメントが多く、今週は2週連続で大きく伸長しました。保有している16銘柄の総運用額の合計は 21,132 ポンドとなり、23年3月投資以来の最高点を更新し、前回より 1.9% プラスとなり、391ポンド増えて、円換算してみると1ポンド180円43銭で、円高とはなりましたが、約7万1000円増の結果で今週は終了しました。次に保有している各銘柄の詳細を見ていきましょう。それでは保有している ETF8 銘柄とアメリカ個別株8銘柄の運用成績です。まずは ETF8 銘柄ですが、アメリカ、インド、欧州、日本すべてが反発し、プラス 25%、合計5万6000円増えました。アメリカ個別株も久々に 12% 増加しました。まとめですが、ETF 成績は8勝0敗で全勝。アメリカ個別株は5勝3敗。ただし全体での含み益は依然として10万円を超えています。このチャートは保有している株式の国別比率で、アメリカに 54%、インドに 23%、欧州 13%、日本 7% その他になっています。こちらのグラフは国別の運用益の結果です。アメリカとインドは好調でしたが、欧州、日本も次に含み益を叩き出して全拠点黒字が達成しています。これから金利が下がると、定石通り株価は上昇していくのか、ますます楽しみになってきました。株価の動向に関わる経済指標を全世界、インド、アメリカ、日本で現状2023年と5年後の2028年の見通しをまとめてみましたので確認していきましょう。今回の参照元のデータは IMF でインターナショナルモネタリーファンドを使っています。最初に GDP の年間変動額を23年現状と5年後の28年見通しを確認していきます。全世界今年23年 104.4、28年度見通し 28% 増の 133.3。ちなみに単位は1000億 US ダラーです。続いてインド23年 3.7、28年度見通しは 59% 増の 5.9。アメリカ23年 26.9、28年度見通しは 22% 増の 3.4。日本は23年 4.2、28年度見通しは 24% 増の 5.2。円換算すると1ドル140円ベースで23年が588兆円、28年見通しが728兆円になります。次にインフレ率の年間変動額です。全世界23年 6.9%、28年見通しはマイナス 3.1% 減の 3.8%、インド23年 5.5%、28年度見通しはマイナス 1.5% 減の 4%、アメリカ23年 4.1%、28年見通しは 2.1% 減の 2%。これはほぼ FRB の狙い通りの数値になっています。日本は23年 3.2%、28年見通しはマイナス 1.6% 減の 1.6%。最も下がるだろうと IMF は予想しています。最後に人口の比較を見てみます。全世界23年 78.4 億人、28年見通し 4.7% 増の 82.1 億人。インド23年 13.3 億人、28年度見通し 12% 増の 14.9 億人。世界の 5.5 人に1人がインド人という計算になります。アメリカは23年 3.3 億人、28年度見通しは 3% 増の 3.4 億人。日本は23年 1.24 億人、28年度見通しは 2.4% 減少の 1.21 億人。次に年齢別の比率を日本、アメリカ、インドで詳しく見ていきましょう。インドの人口は中国を抜いて世界一になりましたが、もう少し詳しく年齢別の比率を見てみましょう。日本は14歳以下が 11.1%、15歳から64歳は 58.6%、65歳以上が 30.3% です。アメリカは14歳以下が 17.8%、15歳から64歳が 64.4%、65歳以上が 17.8% です。インドは14歳以下が 25%、15歳から64歳は 68%、65歳以上が 7% になっています。
日本は今でも3人に1人が65歳以上、さらに高齢化がますます進みますが、インドは7人に1人が65歳以上になります。インドは現在14歳以下の若年層が人口の約 25% を占め、このうち日本の小中学校に相当する6歳から14歳の義務教育年齢層が2億2000万人以上もいるという若者大国です。労働力人口15歳から64歳は9億6000万人に達しています。課題は国内で仕事を生み出すことのようですが、日本は労働力人口が約7000万人しかいなく、逆に人手不足が深刻で、インドとは約9億人ほどの労働人口差があります。近年ロシアや中国、その他の国みたいになってるし、世界は中国の工場からインドへどんどん工場を移しにかかってるから、この9億人も働けるやろし、5年後の 60% 増の GDP も達成しようんちゃうか、ほんまに。人口増加と国内需要の増加により、今後のますますの株価上昇が見込めますが、インドといえば地政学的リスクが心配なので、少し現在の状況をおさらいしておきましょう。2000年以降のインドの紛争を2つ振り返っておきましょう。インドとパキスタンの間で長年にわたり争われている問題、いわゆるカシミール問題。インド・パキスタン分離独立後、カシミール地方の帰属をめぐって戦争が勃発。現在も両国はカシミール全域の支配権を主張し、核戦争のリスクを抱えていると言われています。中印国境紛争。2022年に中印国境沿いで再燃した紛争で、インドと中国の間で国境地帯でのインフラ整備をめぐり対立。両国は依然として睨み合いを続けており、核保有国として注目されていますし、これらの紛争は現在も解決されていない状況です。そんな紛争を抱えているインド投資へのチャンスとリスクの両面を見ていきます。チャンス要因は大きく3つ。1、高い経済利益成長率。労働人口9億人の内需。この9億人の労働と消費力が生み出すパワーは計り知れません。2、非同盟国主義。全方位外交の継続。この国はどの国にも属さず、独自路線で自国利益を追求している中性的な国です。3、インフレ抑制力。金利政策が比較的機能しています。アメリカを牽引しているガーハム経営陣のトップの顔ぶれは、Google がインド人のサンダー・ピチャイ氏、マイクロソフトインド出身のサティア・ナテラ氏など、5社中2社はインド人 CEO であり、その他の新興国とは少し様相が異なります。反面、悪い面も見ていきます。リスク要因は大きく3つ。1、情報収集の難しさがあります。インドの企業についての情報収集は日本企業より難しい場合があります。投資先を選ぶ際には、情報収集のためにお金をかける必要がある場合も発生します。2、割高感の問題。インド株は成長が見込まれる一方で、すでに高い価格がついていることがありますので、注意が必要です。3、投資手法の選択。個別銘柄の投資をする際は、ADR を利用できます。コストを抑えたい場合は ETF。まとまった資金があり、高いリターンを求めるなら、ヘッジファンドの選択肢もあります。インド個別株へ投資したい人のための ADR って一体何ですか？ ADR とは中国本土株やインド株など外国人に取引制がかかっている国の株式を米国市場で取引できる外国株式です。米国の銀行や信託銀行によって発行され、発行した株式を米国の銀行が保管、それに対する預かり証を米国市場で発行することで外国人も自由に取引できます。ADR は預かり証ですが、株式と同じ権利を持っています。インドの ETF2 銘柄を23年3月から購入していますが、成績は購入以来、一度もマイナスを記録したことはないので、アメリカの個別株が暴落した時の精神安定的な役割を果たしてくれています。2019年から5年間でナスダック100と比較したチャートはこちら。インド ETF は iShares MSCI インディアとフランクリン FTSE インディアの株価の変動率はほぼ同じで、手数料も 0.07% で同じなので、どちらを購入しても大きな差はなく、お好みで良いかと思います。ナスダック100は2019年を100とすると、2023年12月時点で 122% 増加。インド ETF は同じ値動きで、2020年コロナ時にマイナスに触れましたが、現時点では 54% 増の成績です。ボラティリティはナスダック100が 26% に対して、インド ETF は 19% なので、若干リスクは少ないですが、ナスダック100の伸びはインドをはるかにしのいでいますので、GDP や人口増が続く限りは、これからも米国株への投資がメインになります。サラリーマン投資家の投資方針は、長期投資における株価成長は、人口増と経済成長、GDP に起因すると信じていますので、その経済規模や成長に合わせたポートフォリオを組んでいきたいと考えています。変動があれば毎年保有している比率を微調整しようと思っています。
詳しくは次回動画でお話しします。巷では、インド株はもう過去のような高い成長は期待できないという意見も多いですが、未来はよくわかりませんので、5.5 人に1人のインドパワーを信じて、自身の納得できる買い方で投資生活を続けていきたいものです。それでは本日の動画はここまでです。もしインドに転勤を命じられたら 100% 断り退職する覚悟はありますが、インド株へ引き続き投資していきますので、次回動画でまたお会いしましょう。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。次回動画でまたお会いできるようにチャンネル登録をぜひお願いしますね。